皆様、こんばんは。時刻は夜の8時を回りました。西暦1年、12月31日、大晦日の夜、いかがお過ごしでしょうか。今夜の報道特別番組、キャスターを務めますのは私です。私たちは今、歴史の大きなうねりの中にいます。後世、この1年という数字がどのように語り継がれるかは分かりません。しかし、今まさにこの瞬間、地中海の荒波から東アジアの平原まで、世界はかつてない熱量で動いています。今夜は世界各地の特派員から寄せられた情報、そして最新の分析をもとに、今年起きた、あるいは今まさに進行している世界中大ニュースをまとめてお伝えします。私たちが生きるこの時代の現在地を時間をかけてじっくりと皆さんと共に振り返っていきましょう。まず第10位です。東方の軍事情勢に大きな進展がありました。ローマ帝国とパルティア王国、ユーフラテス川の中州にては併合意、東方戦線の緊張、一時緩和というニュースです。地中海の覇者ローマと東方の強国パルティア、長年この地域の覇権をめぐって睨み合ってきた両国ですが、今年、歴史的な外交交渉が行われました。皇帝アウグストゥスの養子であり、将来の指導者候補とされるガイウス、カエサルが、パルティア王フラーテス5世と会談しました。ユーフラテス川の中州という中立地帯で行われたこの会談により、アルメニア問題を中心とした軍事的緊張が回避されました。これにより、絹の道、いわゆるシルクロードの中継点であるメソポタミアの安定が確保されることになります。地中海世界の物資と、東方の神秘的な贅沢しなが行き交う交易路の安全が、この一筆によって守られた意義は極めて大きいと言えます。しかし、現場の兵士たちの間では、これは一時的な休戦に過ぎないとの冷ややかな見方もあります。東西の均衡を左右するこの地域の動向からは、今後も目が離せません。続いて第9位は、文化、学術の話題です。地理学者ストラボン氏、地の集大成である地理史を遂行中、世界の全貌が今まさに明らかになろうとしています。今、ローマの知識層の間で最も注目されている人物の一人が、ギリシャ出身の地理学者ストラボン氏です。彼は、アウグストゥス皇帝の下で安定したこの広大な帝国、そしてその外側に広がる道の領域をすべて記録に残そうとしています。で、彼が執筆中の地理史は、単なる地名の羅列ではありません。各地の風土、歴史、人々の暮らし、そして政治体制までもが圧倒的な熱量で綴られています。これは、ローマが世界を統治するための情報の武器であると同時に、私たち人類がこの地球という舞台をどう認識しているかを示す、歴史的な記録となるでしょう。彼が描く、居住可能な世界を意味するエイクメネの地図は、後世の科学に多大な影響を与えることは間違いありません。地が国境を越え、共有される時代の先駆けとして、この著作の完成が待たれます。第8位は、経済のニュースです。インドのサータバーハナ朝、季節風貿易で空前の繁栄を謳歌、胡椒は今や、銀に匹敵する価値で取引されています。今、海の世界が熱く燃えています。南インドから中部インドを支配するサータバーハナ朝は、季節風を巧みに利用し、大規模な海上交易を展開しています。航海を経由してローマ帝国へと続くこの航路は、まさに富の動脈です。特にローマの貴族たちが熱狂しているのが、インド産の黒い黄金粉と胡椒です。また、真珠や象牙、そして東方からもたらされる絹織物が、巨額の金貨と引き換えに西へと運ばれています。この海のシルクロードの活況により、従来の陸路に加え、世界規模の流通ネットワークが構築されつつあります。経済のグローバル化は、私たちの想像を絶するスピードで進行しています。この富の集積が、各地の文化をどのように変容させていくのか、非常に興味深い局面と言えるでしょう。第7位は、はるか西の大陸、メキシコ中央高地からの報告です。アメリカ大陸に、突如として謎の巨大都市が出現しました。テオティワカン、宮古市計画の第一段階が完了したとみられています。私たちの文明圏からはるか遠く離れた地でも、人類の歩みは止まってはいません。最新の考古学的推察によれば、現在のメキシコ付近では、後に神々の都市と呼ばれることになるテオティワカンの建設が着実に進んでいます。この時期、すでに数万人規模の人口が集積し、広大な敷地に格子状の道路網が整備され始めているようです。文字通りのメガロポリスが、今まさに誕生しようとしています。そこにはどんな言語を話し、どんな神を信じる人々がたかっているのでしょうか。まだ私たちはその全貌を知る術を持ちませんが、人類という種が同時多発的に巨大な社会システムを構築しようとしています。その原始的なエネルギーの凄まじさを、
私たちはこのニュースから感じ取らなければなりません。第6位は、宗教と歴史の真相に関わるニュースです。パレスチナの辺境、ナザレという小さな村、幼子イエスの平穏な日々が続いています。現在、パレスチナ地方のナザレという村で、一人の少年が静かに暮らしています。数年前に生まれたこの少年の名は、イエスと言います。現在は大工の息子として、家族と共に平穏な日常を過ごしていると伝えられています。しかし、彼を取り巻く情勢は、決して穏やかではありません。ローマの属州支配、重税、そして既存の宗教権威への不信感が渦巻いています。社会の底辺で苦しむ人々の間では、現状を打破し、自分たちを救ってくれるメシア、救世主の到来を待望する声が、かつてないほど高まっています。この静かな村で育つ少年が、将来どのような役割を果たすことになるのでしょうか。今はまだ、歴史の深い霧の中に隠されていますが、その鼓動は確実に始まっています。この静かな日常が、後の世を大きく揺るがす嵐の前の静けさであることに、まだ誰も気づいてはいません。第5位。舞台は一気に東の果て、日本列島へと移ります。和の国々、100余りの小国が各地で割拠、青銅器文化を背景に、統合の兆しが見え始めています。大陸から遠く離れた東の海に浮かぶ島々は、中国の歴史書にも記されている通り、この地では今、100余りの国々が乱立し、熾烈な勢力争いを繰り広げています。弥生時代も中期を過ぎ、大陸から伝わった稲作文化と金属器の使用が完全に定着しました。特に北部九州を中心とする地域では、大陸との交易路を確保し、豪華な青銅鏡を権威の象徴とする強力な王たちが現れ始めています。これまでの小規模な村の集まりから、より組織化された政治連合へ、この列島が一つの国家としての形を模索し始める、黎明期のエネルギーが満ち溢れています。寒堀集落の堀は深く、物見ろは高く、国と国との緊張感は高まっていますが、それこそが新しい時代の産声なのかもしれません。第4位。再びローマ帝国の最前線からのニュースです。ローマ軍、ついにエルベ川へと到達。ティベリウス将軍によるゲルマニア征服作戦が激化しています。ローマ帝国の北の境界線が、今まさに塗り替えられようとしています。皇帝アウグストゥスの養子、ティベリウス、クラウディウス、ネロ将軍率いる精鋭部隊が、ライン川を越え、広大なゲルマニアの森へと進軍を続けています。ローマ軍の目標は、北の防衛線をエルベ川まで押し上げることです。文明化を拒むゲルマン諸部族に対し、ローマは圧倒的な軍事力と組織力で対抗しています。しかし、深い森と沼地、そして執拗なゲリラ戦術に、ローマ兵も苦戦を強いられているとの情報も入っています。文明と野生が正面から衝突するこの北方の原野は、帝国の将来を占う重要な試金石となるでしょう。この地が帝国の安定した属州となるのか、あるいは果てしない泥沼となるのか。ティベリウス将軍の創建に、帝国の命運がかかっています。いよいよトップ3の発表です。第3位、ユダヤの王。ヘロデ亡き後の権力空白、分割統治による混乱が深刻化し、民衆暴動の懸念が高まっています。数年前、強大な権力でユダヤを統治したヘロデ大王が世を去りました。その後、彼の医療は息子たちによって分割されましたが、彼らの統治能力には大きな疑問符がついています。現在、ユダヤの地は、分業王たちの失勢と、それを監視するローマ総督の圧政の間で激しく揺れ動いています。重い貢ぎ物、そして宗教的禁忌の侵害、民衆の不満は、いつ爆発してもおかしくない臨界点に達しています。この地域の不安定化は、東方全体の治安に直結するだけに、ローマ中央政府も軍隊の増派を含めた厳しい対応を検討している模様です。信仰の地パレスチナが再び地に染まるのか、平和を求める民衆の祈りは未だ届く気配がありません。第2位です。東アジアを支配する漢帝国の中心部で劇的な変化が起きています。漢、わずか9歳の平帝が即位、その背後で外戚の王毛による独裁体制が確立されつつあります。今年、漢帝国では幼い平帝が即位しました。しかし、実質的な権力はすでに、皇太后の甥である王毛という一人の男の手中にあります。彼は安官公という前代未聞の地位につき、儒教的な理想政治を標榜して、既存の官僚機構を次々と再編しています。王毛は自らを、古の聖人である周公団の再来と位置づけ、民衆の支持を集めています。しかし、その背後には、数百年の伝統を誇る漢王朝を刷新し、自らが皇帝として即位しようとする野心が見え隠れしています。急進的な改革は、
社会に期待と不安の両方を同時にもたらしています。東の帝国のこの大転換は、アジア全体の勢力図、そして文化の在り方を根本から変えることになるでしょう。新時代の騎士か、あるいは王朝の簒奪者か、王毛という人物の評価は、歴史の審判に委ねられています。そして、栄えある第一位、誰もが予想したであろう。このニュースです。皇帝アウグストゥス、パクス、ロマーナ、すなわちローマの平和を完成、地中海は、名実ともに一つの湖となりました。西暦1年、この時代を象徴する出来事は、やはりアウグストゥスによる統治の安定です。かつての内乱で血塗られたローマは今や、目もくらむような大理石の都市へと生まれ変わりました。レンガの町を受け取り、大理石の町を残す。皇帝のこの言葉通り、首都ローマには壮麗な神殿、劇場、そして市民に豊かな水をもたらす水道橋が立ち並んでいます。法による秩序、整備された道路網、そして安定した食料供給、人類史上、これほど広大な地域が、一つの石の下に平和を享受した例は他にありません。しかし、この平穏は、強大な軍事力と巧妙な政治工作の上に成り立つ危うい均衡でもあります。アウグストゥスという不正室の天才が去った後、この平和を誰が、どう維持していくのか、それが、次なる1000年を占う最大の課題となることは明白です。今、私たちは、人類が到達しうる一つの完成型を目の当たりにしています。駆け足でお伝えしてまいりました。西暦1年、世界中大ニュース。皆様、どのようにお聞きになったでしょうか。ローマの繁栄、漢の混迷、インドの活況、そしてパレスチナの辺境で育つ名もなき少年。世界は今、点と点が結びつき、巨大な歴史のタペストリーを織り上げている最中です。情報の伝達には何ヶ月もかかる時代ですが、それでも人類の営みは、不思議な共鳴を持って連動しています。私たち現代人にとって、この1年という数字は、ただの通過点に過ぎないかもしれません。しかし、今日ご紹介したニュースの一つ一つが、後の数世紀、数千年の歴史の種となっているのです。そう思うと、この大晦日の夜も、少し違った重みを感じるのではないでしょうか。さて、間もなく新しい年、西暦2年が幕を開けます。来たる年が、世界のどこに住む人々にとっても、平穏で実り多きものになることを願って、今夜の放送を終わりたいと思います。夜は更けていきますが、歴史の針は止まりません。キャスターの私がお送りいたしました。それでは皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。